皆さんこんにちは。やぶ基礎デッサン講座の藪下です。初級編22回目はしいたけを描きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。しいたけは自然のものですから、とてもユニークな面白い形をしています。肉厚の傘、放射状に密集するひだ、少し繊維質を感じる軸という異なる部分で成り立っています。藪下は肉厚の傘のボリューム感に比してひだ部分のとても細かい繊細な感じ、その真ん中からしっかり中身の詰まった円柱形として立ち上がる少し曲がった軸などの形状に面白みを感じてしまいます。色味も傘部分は基本的に焦げ茶色ですが、色の濃い部分や模様らしきものも見えています。それに対してひだは白く、軸は繊維質を感じさせるような茶色の斑点や縦方向の筋なども見えています。しいたけは小さなモチーフですが、これらのことを踏まえてしっかりとした存在感が表現できたらいいなと思います。しいたけはこれですが、書き出す前に手に取りよく観察します。いろいろな角度から形や縦横の長さの比率、断面形状、色や重さなどを十分に確かめてください。軸の付け根の部分や傘の下へ回り込む曲面、また今回のデッサンでは見えませんが、傘の表側の膨らみ具合や色味なども観察しておきます。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、デッサンをする前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27cm と、鉛筆は三菱ユニの 2H から 4B までの濃さの鉛筆を使いました。また鉛筆の濃さをこのように表示していますから参考にしてください。制作時間は2時間30分でした。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。この動画を最後まで見て、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などをぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほどそうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。またしいたけの軸や傘の縁の回り込んでいる形は紙コップの胴体や飲み口の丸みと共通するものがありますから、初級編第2回の紙コップのデッサンの動画も見返しておいてください。それではしいたけのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。しいたけの置き方は少し手前に傾いてひだがたくさん見える方が描きやすいです。画用紙のどこに描くのか、大体の位置と大きさを薄く描きます。実際のモチーフより小さくならないように少し大きいくらいがいいです。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えてしいたけの位置を決めます。形を描いていきます。測り棒を使って高さと横幅の比率を確認しておきます。また必要に応じて各部分の長さの比率を確認します。他にもこの図のようにポイントになる点を通る水平線、垂直線を測り棒で想定して、それらが他の部分のどこを通過するかを確認しておくといいと思います。今回は軸の上の右端と傘の右端が同じ垂直線上に並んでしまいましたから、実際のデッサンでは軸の先を少し左側に動かしています。このように自然形態のモチーフではデッサンに都合の良いような形になっていないことも多々ありますから、構図的におかしくならないように多少の変更であれば構わないと思います。しいたけの左右の幅と高さと軸の中心を決めます。輪郭線を描いていきますが、しいたけの輪郭線はよく曲がっているところとそれほど曲がっていないところがあります。よく曲がっているところに着目しながら直線っぽい曲線を使って描いていきます。もう少し自然な形になるように最終的な形を描いていきます。
影も大体の形を薄く描いておきます。形からはみ出している線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くします。最後に消しゴムや練りゴムの消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。明暗を描いていきます。最初に光源の位置、モチーフの暗い部分、明るい部分、大まかな明暗や明暗の流れ、固有色の強い部分、影側の下向きの面の反射光などを確認します。明暗は一番暗い部分とそれが含まれる暗い帯、また傘の色味の濃い部分から描いていきます。軸は曲がった円柱形と考えて、円柱の暗い帯から鉛筆を入れます。傘の部分も丸い曲面の暗い帯から形に沿う方向の線を使って描いていきます。形に沿う方向の線は紙コップと同様に水平垂直の断面形状の線を使います。椎茸は紙コップのように整った形ではありませんから、使う曲線も椎茸の形状に応じて変形させながら使います。その他にも明暗や形のつながりに沿う斜め方向の線も多用します。反対側の傘の暗い帯や傘の影、色味の濃い部分なども遅れないように大まかな明暗を描いていきます。鉛筆を寝かせ気味に使っています。縦方向の線も描き入れます。ひだの部分も面として捉え、大まかな明暗を描いています。台紙状の影も接地面の暗い影を中心に大まかに描いておきます。軸の切り口は平面ですから直線を使って暗くしておきます。軸と切り口の境目は曖昧にならないように手前は少し強めています。軸の影側の反射光や傘の下向きの面の反射光の明るさも考えながら全体の明暗を描いていきます。よく目立つ色味や影の明暗の変化も目印的に書き込んでいきます。軸は円柱形ですから横方向の形を表す線も書き加えています。台紙状の影も遅れないように台紙の平面性を表現するつもりで描いていきます。大まかな明暗を意識しながら固有色の濃い色や模様のように見える色の変化なども描き始めます。
縦横の曲線を使っていますが、いつも形を意識して形に沿う方向の線を描くようにしています。ひだの部分は大きく見れば平面的ですから、細かいひだを描く前に大まかな明暗変化をしっかり描いておきます。軸も目立つ暗さを目印的に描きながら、明るい、中間の明るさ、暗い帯、反射光の明るさをひとまとまりに考えて立体感を表現します。上の軸の切り口と円柱部分との明暗の変化もよく観察します。軸の縦方向の繊維に沿った色の濃い斑点や筋模様を描いていきます。手前はしっかりと描き、輪郭線付近の回り込む曲面は少し弱く描いて、円柱としての立体感を損なわないように注意します。傘の部分も光の方向に対する面の向きによる明暗変化、固有色の濃淡、下向きの面の反射光の明るさなど、大きな立体感を損なわないようにしてより細かく描き込んでいきます。
手前は強く濃くはっきりと、遠ざかるにつれて弱く薄くぼんやりと描くことで空間を表現しますから、この奥まった部分は手前の強さと比較しながらどの程度描くのかを決めていきます。ひだはよく目指すものや暗いものから描いていきます。特徴的なひだから描き出すことによって、細かいすべてのひだを描かなくてもその感じを表現することができます。最終的にはそれらしさが表現されるように本数を増やしていきます。またひだは中心の軸から放射状に広がっています。しいたけの書き込み具合に合わせて遅れないように、台紙上の影も接地面付近の暗さを中心に描いていきます。傘の部分の明暗変化や固有色の濃淡、小さな形の凹凸などに注意してより細かく書き込んでいきます。3B の鉛筆の先端を尖らせて使っています。デッサンは全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつ進んでいきますが、いつも全体の完成度が同じになるように心がけます。それはしいたけが置かれている台紙やその周囲の空間も含めて一つのモチーフであると考えて、同時にそれらを意識するためです。また2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。刷筆を使って影の側や回り込む曲面の色味を鈍く弱めています。軸も筋状の濃い色味を立体感を損なわないように強めていきます。傘やひだより少し硬い繊維質を感じますから、縦方向の線を H 系の鉛筆も使って描いています。ひだも平面的な広がりとしての大きな明暗を損なわないように、より細かく書き込んでいきます。手前のひだほどしっかりと書き、奥まったひだは弱く本数も少なめで構いません。一本上司の線にならないように、
濃淡にも変化をつけ、特に暗い部分はアクセント的な暗さを入れます。明るい部分や反射光の明るさを強めたり、奥まっているところや輪郭線付近を練りゴムで弱めたりしています。また、椎茸の傘の模様の色の薄くなっている部分を練りゴムで薄くしています。練りゴムを使ってデッサンをするという感じです。全体の明暗、固有色の色味の濃淡、点前と奥の強弱、立体感、空間、質感などに注意しながら最後の書き込みです。そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？今回は初級編22回目として椎茸のデッサンをしました。最初に藪下は肉厚の傘のボリューム感に比してひだ部分のとても細かい繊細な感じ、その真ん中からしっかり中身の詰まった円柱形として立ち上がる少し曲がった軸などの形状に面白みを感じてしまいますと言いましたが、やはり自然の造形は良い意味でこちらの期待をはるかに上回るような面白みを感じさせてくれます。椎茸のような自然形態は幾何形態の組み合わせのような人工物と違って多少の形の違いは許容されますから、皆さんも気軽にデッサンをしてみてください。それでは今回の要点をまとめます。1、
椎茸は紙コップの明暗に準じる。椎茸の軸や傘の内側の回り込んでいる形は紙コップの胴体や飲み口の丸みと共通するものがあります。一見複雑に見える自然形態も基本形の組み合わせと考えてその明暗を適用します。2、椎茸の各部分の固有色と質感を表現する。椎茸は見た目には軸とひだと傘の部分に分かれます。それぞれに固有な色と質感がありますから同じにならないように注意します。3、よく目立つものや暗いものから描き始める。椎茸のひだや模様などの細かく小さなものはよく目立つものから描き始め、それが所属する大きな面の明暗の中に収まるように描きます。4、根気よく観察して描くことによってそれらしさを表現します。椎茸のひだや模様などの細かく小さくて数のあるものは全て描けるわけではありませんから、それらしさを表現することが大切です。はい、皆さんお疲れ様でした。椎茸のデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。